皆さんこんにちは、ナオトです。前回の動画で紬たくさんの瞬きもせずを紹介したんですが、その漫画があまりにも良かったので、その漫画を連載していた少女漫画雑誌、別冊マーガレットを買ってしまいました。なので今回は別冊マーガレットで連載している漫画をいくつか紹介したいと思います。皆さんも下のリンク先でそれぞれの漫画の試し読みができますので、興味がある方はぜひ見てみてください。1話だけで面白さを判断するのはフェアじゃないと思うんですが、まずは僕が面白いと思った漫画を3つ紹介したいと思います。1つ目は、うちの弟どもがすみませんです。主人公の女子高生が母親の再婚相手の家に引っ越したら、その家族に義理の弟が4人もいたという設定です。主人公の女の子の表情がすごい豊かで、しかもいろんなスタイルで描かれていて、とても可愛かったです。性格も頑張り屋さんでハキハキしていて、とても魅力的なキャラだと思いました。2月号は一番恋愛が盛り上がる文化祭準備の時の話です。義理の弟がいきなり王子様になるシーンは、多分女子の胸キュンポイントだと思います。2つ目はシンデレラクロゼットです。上京してきた主人公の女子大生と美容の専門学校に通う女装男子の関係を描いています。韓国人留学生のキャラや YouTuber のキャラがいて、キャラ設定がとても多彩だなと思いました。あと主人公の女子大生の実家がキャベツ農家っていうのもとても好感が持てました。大学生の話なのでキャラクターのファッションもいろいろ楽しめると思います。2月号ではブラジャーの模様がとても細かく描かれていて、すごいドキッとしました。この漫画の第1話のボイスコミックが YouTube で見れますので、下のリンク先で興味がある方は見てみてください。3つ目は消えた初恋です。消えた初恋は高校生のボーイズラブ的な話です。少し前に流行ったドラマおっさんずラブの高校生バージョンみたいな感じなのかなと思いました。まず住宅街がすごい書き込まれていて絵がうまいなと思いました。そしてその後の教室のコマも机の角度が一つずつ微妙に違っていて、なおかつパースがしっかりしているのですごいうまいなと思いました。また2月号はバレンタインデーのエピソードだったんですが、パウンドケーキとかカップケーキがすごいリアルで美味しそうに見えました。コンビニで売ってる箱に入ったチョコレートもすごいリアルでびっくりしました。小回りやカメラのアングルや展開のリズムなど、すごい考え込まれている印象を受けました。個人的には2月号の中で一番楽しめた作品です。この漫画も第1話のボイスコミックが YouTube で見れますので、興味がある方は下のリンク先で見てみてください。別冊マーガレットの中にはいろいろな若者言葉が出てくるんですが、その一つが尊いです。これは最近では神聖な感じがするや守りたいや大切にしたいみたいなニュアンスで若者の間で使われています。なので次は僕が尊いと思った漫画を3つ紹介したいと思います。1つ目はハムコとガオくんです。高校生の恋愛漫画で2月号は主人公の女の子が気になっている男の子の家に誕生日パーティーをしに行く回でした。ゲームをしたりプレゼントをあげたりして全然シリアスな展開がなく、ただただほっこりしました。太っているキャラもイケメンのキャラもみんな仲が良くて尊い漫画だなと思ってしまいました。2つ目は今恋をしていますです。高校生の恋愛漫画で2月号は主人公のカップルがクリスマスにテーマパークでデートをする回でした。普通にアトラクションに乗ったりプレゼント交換したりして、その後ホテルに行ってドキドキな展開になります。
主人公の女の子が終始幸せそうで、この漫画も尊いなと思いました。3つ目はメローメローです。この漫画も高校生の恋愛漫画で、2月号は主人公の女の子が彼氏の誕生日がもうすぐだということに気づいて、急いでケーキを作る練習をするという回でした。2人がとてもピュアでいい人で、お互いを大切に思っていて、いつまでもお幸せにというような漫画でした。尊いレベルマックスでした。では最後に別冊マーガレット2月号に出てきた僕が好きな女性キャラトップ3を無駄に発表したいと思います。第3位は先ほど紹介したうちの弟どもがすみませんの主人公、成田糸さんです。頑張り屋で家事もできて、言うべきことはちゃんと言う姿勢にとても魅力を感じました。一つ一つの表情もとても可愛かったです。第2位は、これも先ほど紹介した消えた初恋の橋本さんです。好きな男の子と机を挟んで向かい合って座るシーンの表情とか、感情を爆発させて半泣きになっている顔がめちゃめちゃ可愛かったです。前髪パッツンの髪型や特徴的な眉毛も可愛かったです。第1位は春と嵐の主人公、百瀬つぼみさんです。単純に一番顔が可愛いと思ったので1位にしました。すみません。別冊マーガレットは 80% ぐらいが高校生の恋愛漫画だったんですが、どれも千差万別で尊いキャラや尊い漫画をたくさん発見できました。この雑誌の漫画には女性が望む男子像が描かれていると言ってもいいと思うので、女子にモテたい男子が試しに読んでみるのもいいかもしれません。皆さんも下のリンク先で試し読みやボイスコミックが見れますので、ぜひ見てみてください。これからも時々読んだことがない雑誌を紹介していきたいと思います。この動画のスクリプトとその中の難しい日本語の英訳も下のリンク先で見れますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。